はじめまして。教育系グローバル DAO、ウーシェア DAO 創設者の参加です。この度皆さん、ウーシェア DAO にご参画いただきありがとうございます。で、今日ですね、私の方からウーシェア DAO について、3段階で、まず1つ目が何を目指している組織なのか。で、2つ目が背景か。背景。どのようにして誕生したのか。で、3つ目が現在地、今どういう状態ですかっていうところをお伝えできればなと思っております。で、まず最初に、世界観、ビジョン、目的地のお話になるんですけれども、我々のビジョンは教育の民主化を謳っております。で、教育の民主化って何かっていうと、具体的に言うと、いつでも、どこでも、誰でも、自分の学びたいことが学べる世界、これを教育の民主化と呼んでおります。これは新しく創造することを我々が行うべきミッションというところで掲げさせていただいております。はい。で、いつでもどこでも誰でもっていう観点で教育にアクセスできるような世界観をっていうところは、民主化っていうワーディングから、誰しもが教育にアクセスできるっていうところの観点から、そこは辻褄合うと思うんですけれども、この、何より重要視したいっていうところで言うと、自分の学びたいことという部分なんですよね。ビジョンの中で。我々が、ウーシャダオとして注力を置きたいのが、自分の学びたいことが学べているっていうところが非常に重要かなと思っていて、誰かが学びを与えるっていう、これ必要だからやっときっていう、そういう話ではなくって、自分の中で自分はこれは必要だからっていうところを自分で気づいて、そして自分で学ぶっていうところが一番あるべき教育のあり方かなと思っております。だからこそ、そもそも自分の学びたいことってなんだっけ？もっと上段にあるのは、自分はこの人生において何をしていきたいんだっけ？何を与えられるような人間になっていきたいんだっけ？その与えられる人間になるために、じゃあどういう学びが必要なんだっけっていうところを考えていく必要があるかなと思ってます。だからこそまずフォーカスすべき点としては、何になりたいねん、何をやりたいねん、何を与えられる人になっていきたいねんっていうところなんですけれども、ここを一番フォーカスを当てた教育組織、教育サービスを提供する組織にしていきたいなと考えております。で、自分のやりたいことであったりとかが見つかっちゃえば、勝手に自分で勉強するんですよね。学びを得るんですよね。なんかね、算数であったりとか、算数、国語であったり、理科社会であったり、英語であったりとかっていうのを一方的に今教えられてる状態かなと思うんですけれども、これただ表面的に教えるのではなくって、もっと重要なこととしては、あなたの人生でこれがなぜ重要なのかっていうところが今顕在化されてないんですよね。潜在意識の中に眠ってる状態なんで、自分から学ばないんですよ。当たり前ですよね。人から言われたことなんです。やりたくないですよ。僕はもともと問題児でした。小学生のこと問題児で、いろいろ先生からも、言われてきた人間ですし、あと校長室にもよくお邪魔するような超問題児だったんですよ。ただ、それっていうのは、逆を返せばね、みんな我慢強いなって僕は思ってたんですよね。僕の席は小学4年生、5年生ぐらいかなの、席はだいたい廊下にあったんですよね。廊下から授業を受けるみたいによくわかんないですよね。扉開いて廊下から黒板を見て、僕はノートを取るみたいなことをやっていたんですけれども、ただ、あのそうなるのって、逆に僕はみんなが我慢強いなと思っていたところとして、人ってそもそも人から言われるのってあまり好きじゃないんですよね。命令されるのって好きじゃない生き物であって、自分、もちろん2歳児、3歳児であったりとかを見ていただいて、イヤイヤ期であったりとかあるじゃないですか。あれの自我が芽生え始めるタイミングで、全部自分でやりたいっていうような、お前干渉すんじゃねえっていう、今、お姉ちゃんの子供が2歳児、3歳児でいるんで、イメージ湧くんですけれども、それが本来の人間の姿だと思うんですよね。全部自分でやりたいんだ。邪魔な、うるせえ命令すんなっていうの、形が本来あるべき姿かなと思うんですけれども、みんなも外圧的に自分を我慢して自分を心の中に眠らせていって、表面的に仮面をかぶった自分を召喚している状態で授業を受けてっていう状態で、すごい優れた人は優等生って呼ばれるようになって、人間味どこ行ったのっていうお話
それはそれでいいとは思うんですけれども、なんか人生において、人生の主人公ってあなたですから、あなた自身ですからね。だから、その主人公が最終的には自分の生きがいこうだった、死にがい生きがいこうだった、こういう道を歩んできたんだ俺はって言えるような状態じゃないともったいないかなっていうところを思っていて、だから我々ウーシアダオとしては全員が教育にアクセスできるっていうのは手段でしかないんですよね。自分の人生でこの目的を果たしたい、この願望を果たしていきたいんだ、達成させていきたいんだっていうところから、手段としてウーシャダオが提供する教育サービスであったりとか、ウーシャダオ自体で学びを得ていただいて、人に与えられるような人間になっていくような、そういうような組織にしていきたいなと考えております。その結果、世界観としてね、本当にいつでもどこでも誰でもが教育にアクセスできるっていうところで、自分の学びたいことをどんどん学んでいって、自分が成長できて、そして人に貢献できることも増えていってっていうような人たちが増えていけたらなっていうところを思っています。はい。で、このビジョンっていうところで、いつでもどこでも誰でも自分の学びたいことが学べる世界を創造することっていうので、ウーシアダオの特徴っていうのが、いわゆる、技術とコミュニティかなと考えております。技術っていう観点で言うと、先進テクノロジー、例えばブロックチェーン、例えばメタバース、例えば AI っていうのを活用することによって、このいつでもどこでも誰でもっていう観点がですね、より、高まっていく、実現性が高まっていくものとなっております。例えばなんですけれども、誰でもっていう観点で言うと、いきなり誰でも飛んだんですけれども、いいか。経済的な理由であったりとか、あとは、性別的、男性、女性っていう観点で教育を受けられていないであったりとか、あとは、そんな感じかな。誰でも、あと地理的理由であったりとかかな。学校までが遠くってであったりとか、そもそも学校ここら辺の地域ないんですであったりとかの観点で教育を受けられてない子どもたち、あとは時間的要素もありますよね。いわゆる学びっていうところで時間を使う、学校に行くっていうところに時間を使うのではなくって、そんな言っている暇ないんですと。自分は、例えば12歳の子がね、自分は下の子の面倒を見ないといけないんです。家事を手伝わないといけないんです。自分が家を守らないといけないんですっていう子供たちもたくさんいるんですよ。世界中の中では。だから時間がないんですよね。学びにアクセスしている時間が、明日生きていくためのことを行わないといけない。今日やっていかないといけないっていうのが、その子供たちはあります。その子供たちっていうのは、過去、ここからは私のお話になってくるんですけれども、私が、19歳の時にですね、セブ島っていう、フィリピンにあるセブアイランドですね、セブ島に行ったことがあるんですけれども、そこで英語のね、勉強をするために留学していったんですけれども、そこで、いわゆるストリートチルドレンの子供たちと会うんですね。子供たちって、ストリートチルドレンのある男の子と僕は出会うんですよ。で、道歩いてる時に、その男の子がね、パッパパーって歩いてきて、両手こうやって掲げて、自分の目を見てね、お金ちょうだいって、お金ちょうだいって、日本語で言うんすよ。日本語、ジャパニーズで。どこで覚えたのかなっていうところも思ったんですけれども、僕はすごい衝撃的だったんですよね。今自分が住んでいる国っていうのは日本なんですけれども、その日本で子供がね、いわゆる遊びでね、お金ちょうだいって親とかにね、ねだってるのは、あるとは思うんですけれども、知らん人にいきなりお金をちょうだいって言って、言うような、そういうような社会情勢ですと、貧困地域だったんですよね。で、その子供たち、男の子が僕にお金をちょうだいって言って、すごい今までにない体験だったんで、あたふたしちゃったんですよね、僕は。で、何もできなかったんですよ、その子に。お金ちょうだいって言われて、お金
が与えて、じゃあ本当にそれで解決するのかっていう、そういうわけでもないですし、じゃあその子供がね、なんだろうな、いたずらでお金ちょうだいって言ってるわけじゃないですよね。明日生きていくために生きないといけない。だから今日稼がないといけない。明日生きていくためのお金だったりとか、そのお金から水であったり食料を得るために、生きていくためにやらないといけない。いわゆる古事記ですよね。そういうような世界観が、僕がこのすごい平和な国に生まれたことによって考えたこともなかったんですよ。生きるって当たり前だから。生きれる環境がここにあるっていうのは当たり前だから、その物乞いをしてお金を得て、ね、ある子はすごい怒鳴られてる子もいたりであったりとか、ある子は、あの、なんて言うんだろうな。あっち行けみたいな。あしらわれたりであったりとか、ぶん殴られたりであったりとか。そういうような情景を僕は目の当たりにして、なんだこれはと。子供たちって、もっとキラキラと未来を見て、自分のやりたいことに向けて突っ走ってもいい期間だと僕は思っていたんですけれども、そうではなく、未来をつまり見えてなく、現在、まあ直近ですよね。明日生きていくためにっていうところの部分しか見えていないような子供たちもいると。そんなような社会が事実あるんだっていうところが僕にとっては衝撃的な出来事だったんですね。で、その子に何ができるかなと、小学ね、わかんないけれども、小学というか、7歳、8歳ぐらいの子だったと思うんだよね。で、やっぱ言語は全然通じなくって、いろいろ喋ろうとしたんですけれども、まあそんな余裕なかったから、その当時。喋ろうと、多分、余裕なかったと思う。お金ちょうだいっていきなり言われて、みたいな。っていうような形で、お金も渡すこともなく、で、何することもなく、ただただ逃げるように立ち去った自分。情けねえ。そんな自分だったんですよ。19歳の頃。何もできなかった、その子に。で、ちょっと時間が置いて改めて振り返ったんですよ。その時のこと。振り返ったっていうよりかは、どちらかというとずっと脳にこびりついてる状態なんですよね。なんであの時自分何もできなかったんだろうって。うん。自分は生活する余裕は、生活する余裕というか、別に明日生きていくのは余裕があったんですよね。生きていくための余裕はあったから、お金であったりとか食料であったりとか、いくらでも、いくらでもっていうか、まあ学生なりにでは限度はあるけれども、渡すことはできた。できたんだけれども、それをしなかった自分と、その時にね、なんか、抱いた感情が僕は怖いだったんですよ。怖いって、お金ちょうだいって言われた時に僕は怖いと思っちゃったんですよ。で、その怖いっていうのは、なんかその子のバックに悪い大人がいるんじゃないか。で、その悪い大人からいきなりぶん殴られるんじゃないかっていうところも想像するんですよ。で、想像して、なんか、この子は利用されているだけかもしれないっていうのはあると思うんですけれども、そこから自分が被害を受けるのは嫌だなってあったりとか、お金を渡したら渡したでなんか、こいつ獲物になったみたいなところからすげえターゲットになされるんじゃないかであったり、いろいろなんかぐちゃぐちゃ考えたんですよね。その結果、その子供、目の前の子供を僕は見てなかったんですよ。自分しか見てなかった。自分が怖い、自分が何かされるのが嫌だしか見えてなかったんですよ。その時。だから怖いっていう感じ。その感情を抱いた自分が本当に嫌だった。振り返ってから。今もそうですけれども、大っ嫌い。気持ち悪いもん。
自己中すぎて、目の前に明日死ぬかもしれない。だから今日精一杯生きようとしている子が目の前にいるのに、自分は自分のことしか考えてなかったんですよ。自分にそれでがっかりしたんですね、その時。だから改めてその子たちに自分は何ができるんだろうっていうのをセブ島から帰ってきた時にずっと考えてたんですよね。で、一つ教育っていう観点でその子たちにも自分のやりたいことを見つけられるような機会を提供したりであったりとか、で、これがなりたい、やりたいみたいなのが見つかったのであれば、それを支援できる人になりたいなであったりとか、そういうことを考えていって、じゃあ自分ができることは今から何ができるのだろうかと考えていった結果、いろいろ紆余曲折はあったんですけれども、最終的にはウーシアダオというような形で、大きなビジョンですよね。教育の民主化って。ある一つの国で全員が教育を受けられるような状態にするではないんですよ。全世界の196、7カ国、全世界の子供たちが、全員が自分のやりたいことはこれだっていうので目をキラキラさせる機会を与えて、そして自分これ学びたいっていうのが見つかったら、その学べられるような機会を提供できるような、そういうような組織、そしてサービスを提供していきたい。これが教育系グローバルダオのウーシェアダオのやるべきことなのではないかなっていうところから大志を抱いたんですね、僕は。で、立ち上げは実は2023年2月、登記上合同法人登記したのは2024年7月29なんですけれども、活動としては、活動として自分がビジョンが舞い降りたのが2023年2月23日なんですね。で、そこから、僕の頭の中は全世界っていうところはどちらかというと、後付けではあるんですけれども、まず考えたのは、その子がね、フィリピンでセブ島で出会ったその男の子が教育を受けられるような状態になるためには何が必要なのだろうかな、良質な教育受けられるためには何が必要なのかなって言って考えた時に、やっぱその環境だよなと、教育を受けられる環境が必要だよなっていうところと、あともう一つ大事な部分としては、やはり生きていくっていうことが難しい地域もあると。生きるために精一杯今日を生きている子供たちも多くいらっしゃると。で、その手段として物乞いであったり、いわゆるお金を稼ぐっていうところが一つのハードルになってる。金銭的な理由で教育に、学校に行けないであったりとか、なっている状態が現状あるっていうことが分かっていたんですね。ってなった時に考えたのが、これさ、学びながら生活するためのリソースが得られるような状態になっていったら、その子供もその男の子も教育にアクセスできるような状態になるよなって思ったんですね。つまり学べば学ぶほど稼げるような仕組みが出来上がれば、その男の子っていうのは生活するために自分の学びたいことが学べるって思ったんですね。この仕組みを作って、いわゆる教育のプラットフォーム、そこのプラットフォームに行けば自分の
やりたいことっていうのが見つかって、そして学びたいことが学べる。やりたいことに向けて。そういうようなプラットフォームをウシアダオが提供することによって、その男の子もこのプラットフォームにアクセスできるような状態に、教育にアクセスできるような状態になるのではないかなと考えたんですね。で、もう一つ多分皆さん疑問を持ったんですよ。参加が言いたいことっていうのは先進テクノロジーであったりとか、いわゆるメタバースであったりとかでしょうと。ネットワーク環境であったりとか、いろいろデジタルの部分で制約あるじゃんって。じゃあその男の子って教育それで受けられるようになるんですかと。はい。結論、今の状態では、それだけではならないと思ってます。じゃあ何を考えてるかっていうと、一つが我々が考えているのが、メタバースのメタバース技術を活用したやる世界観のプラットフォーム。ただそこにアクセス難しいよねっていう話もあると思っていて、だからこそもう一つとしてはサービスですね。もう一つ考えているのが、いわゆる各拠点、各家がホームスクール先になる、そういうようなサービス、そういうような仕組みを作っていきたいなと考えております。だからそこの集落でその場所に行くと、それこそメタバースウーシア教育プラットフォームにアクセスできるような状態になるであったりとか、そこの拠点で自分の学びたいことが学べるような状態になる、得られるものを得られる状態になるであったりとか、そのオンラインのアプローチとオフラインのアプローチの両方の掛け合わせで初めて誰しもがいつでもどこでも教育にアクセスできるような世界観が作り上げられてくるのではないかなと考えております。はい。これが今一番前半でね、目指したい世界観何なのか、ウーシャダオの目指す世界観は何なのかというところと、あとは立ち上げの背景の部分ですね、をお話しさせていただきました。はい。で、じゃあ次に、現状どうなんですかっていうところのお話になってくるんですけれども、現状、結論から言うと、まだまだビジョンには程遠い位置にあるなと思ってます。なんならもうね、月とすっぽんってなんだっけ忘れちゃったんですけど、太陽と木星ぐらいの距離感があるかなと思っていて、なんで木星出したっていう話なんですけど、結構宇宙規模で結構、まだまだ夢物語だよねっていうことをお伝えしたかったんですけれども、ただただビジョンがビジョンで終わっているような状態が現状かなと思ってます。リソースが圧倒的に足りていない。リソースっていうのは人っていう観点、そして技術力、これも人に付随してですね、であったりとか、あとは金銭、資金の部分、資金力という観点、あとは、これも人に付随してくるんですけれども、知恵、経験であったりとか、まだまだ私自身も未熟な人間だからこそ、で、かつ、こんなでっかいビジョンを一人で実現できるわけがないんですよ。できるわけないんですよ。だからこそ、DAO というような形で、我々は、この組織を立ち上げているんですね。DAO っていうのは、いわゆる Decentralized Autonomous Organization っていう分散型自立組織って呼ばれるんですけれども、株式会社がいわゆるトップダウンだと思うんですけど、DAO っていうのはいわゆるサークル型のイメージがあって、ビジョンに共感する人たちが集まってきて構成されるような組織が DAO というような考え方であるんですね。
で、コミュニティのイメージが近いと思うんですけれど、そのコミュニティにかけるブロックチェーン技術を掛け合わせたような形で、そのコミュニティ内で独自トークンが分配されるような、でタスクを実行すればするほどトークンを稼げることができて、自分のそのウーシャダオ内の興味のあるサービスであったりとか、あとは他のプロダクトであったりとかにアクセスできるような状態になるであったりとか、そういうような、組織形態を DAO って読むんですけれども、我々は教育系のグローバル DAO というような形で世界中の人々を巻き込んで今走っているような状態となっております。ただやはりすごい課題も多くって、もちろん DAO ってなんやねんっていうところの敷居が高いからこそ、なかなかね人が集まりにくいっていうところもそうですし、あとは資金っていう部分もやはり先進的なことをやろうとしているっていうところがあって、我々が呼んでるのは Web4 の概念、Web4× 教育って呼んでるんですけれども、この Web4 っていうのが、Web3 とかは聞いたことあると思うんですよね。ブロックチェーン技術を基盤としたいわゆる分散型の自立世界が Web3 なんですけれども、Web4 っていうのはメタバースを軸とした分散型でかつ仮想的な世界が Web4 なんですね。その Web4、いわゆるメタバースを軸としたブロックチェーン× AI の世界観、IoT とかも掛け合わせてくるんですけれども、かける教育がマージされることによって、掛け合わせられることによって、教育の民主化実現に近づいていくんじゃないかなと考えております。Web4 で一つ一つメタバース、ブロックチェーン、AI っていう観点で言うと、メタバースに関しては我々のビジョンの教育の民主化の中のいつでもどこでも誰でもいつでもですよね。あとはどこでもっていうところに、誰でもにつながってくるか。メタバースであればすぐにゴーグルであったりとか、あとスマートフォンであったりとか、PC デバイスのインターネットにアクセスできるようなデバイスがあれば、いつでもそこの仮想世界の学びの場にアクセスできますよと。そしてどこでもっていう観点は、あなたが日本にいようが、アメリカにいようが、イギリスにいようが、南アフリカにいようが、北極南極にいようが、インターネット環境があればどこでもアクセスできると。そして誰でもっていう観点で、何の差別もない世界ですよ、仮想世界っていうのは。なぜならばアバターっていう自分の分身で仮想世界に誕生して、そこで自分のなりたい姿で自分のやりたいことっていうのを追求できる場が仮想世界には無限にあるんですよね。だからこそ年齢も関係ないし、容姿も関係ないし、性別も関係ないし、何も関係ない平等、心と心のつながりができる、そんな世界がこのメタバースには存在しています。このいつでもどこでも誰でも基盤となるのがメタバースって呼ばれるような技術なんですよね。で、ブロックチェーンが実現されることによって、我々が呼んでるのがPlay to Learn and Earn って呼んでるんですけれども、学びっていうのは遊びだと。で、遊びながら遊べば遊ぶほど、学べば学ぶほど自分に、金銭的なメリットですねが得られるような、稼げるような、そういうようなサイクルを回していきたいなと。で、その結果、生活に苦しくて今物乞いしている子供たちでも、その教育プラットフォームにアクセスして、で、一生懸命自分のやりたいこと、なりたい自分、実現に向けて学ぶことによってトークンを得られて、で、そのトークンで水を買ったりであったりとか、あとは食料を買ったりであったりとか、また新たな教育を受けられたりであったりとか、そういうような生活
するための手段の一つとして学びっていうのがある。そんな世界観を作っていきたいなと考えております。これがブロックチェーンテクノロジーによるプレイトゥラーンランの概念ですね。で、最後、AI。AI によって実現したいことっていうのは、先生っていう概念の変革です。全くパラダイムシフトを起こしたいなと思っていて、先生、いわゆる teacher って今のままでいいんですかと。本来あるべき先生の役割は再定義する必要があるのではないかなと私は考えております。なぜならば teach 誰かに何かを伝えるっていう観点で言うと、知識量の観点では人間よりも AI の方が賢いですよね。チャット GPT より賢い人どのぐらいいますか？この人口の 1% も多分いらっしゃらないと思うんですよ。なぜならばそのチャット GPT の元のデータ、ビッグデータって呼ばれるのは世界中のかつ、過去も含めて優秀な人たちの知識、ナレッジっていうのがそこのビッグデータに集まっていて、そのビッグデータからいわゆるチャット GPT は掛け合わせであったりとか思考を巡らせて処理することによってアウトプットがなされているのが現状ではあるので、じゃあそれよりも素晴らしいティーチングができる人いますかと。なかなか難しいかなと思っていて、であれば AI を活用するという考え方が適正かなと考えてます。例えばなんですけれども、AI っていうのは素晴らしいナレッジ、知識っていうのを持っていると。だからこそ何か分かんないことがあったら、その AI 先生に聞く、デジタルティーチャーに聞くことによってすぐに問題解決ができるような状態になる。で、それも AI だからこそ、例えばね、見た目容姿っていうところも自分の好みにカスタマイズできたりとかもするんですよ。人間がじゃあ生徒一人一人に一人一人の好みに合わせて一日一日容姿を変えられますかって、整形毎日できますかって無理でしょ。容姿であったりとかっていうのは変えられないものがあると。ただ AI っていうのは AI って姿ではなくって脳みその話なんで、 AI は姿形を変えることができる。僕はタレントのローラさん、OK ウフフのローラさんが好きなんで、そのローラさんから学びを得たいって思ったら、そのローラさんの脳みそにそのチャット GPT ちゃんみたいなのを導入することによって、めっちゃ賢いローラちゃんが自分の家庭教師みたいな形になるんですよね。で、そこから分かんなかったら、これ分かんないんだけどっていうのを友達のようにフランクに話しかけて、OK、うふふ、これはねって、これってこういうものなんだよみたいなことを回答が返ってくるような、そこでコミュニケーションをすることによって、より自分自身が成長していくような機会にもつながっていくかなと考えております。ただし、ここ AI の限界っていうのもあって、いわゆる人っていうのは感情で動く生き物なんですよね。つまり勉強したいしたくないであったりとかっていうモチベーションであったりとかはやはり人間は持っているし、あとは何か交渉であったり提案説得される際に感情的に来られる部分で感動したりであったりとか感銘を受けて受けたりとかすることもあると思うんですよね。ただ AI って本当にこれが実現できますかっていうと、やはり難しい部分もあるかなと思っていて、人に教えることはできるんですけれども、人の心を動かすという観点はまだまだ難易度高いだろうなと考えております。だからこそそこが先生の人間のね、人の先生の役割なんじゃないっていうところは私は思っていて、先生というよりかはいわゆるコーチがネームとしては正しいかなと思ってます。
いわゆるその子供が今何をやりたいのかであったりとかっていうのが全て潜在的に眠っている現状があったとして、それを質問であったりとか、あとは行動であったりとか、一緒に活動することを通して徐々にその子供たちの自分のやりたいことであったりとかを見つけていく機会につなげていくような、その子供たちの心の支援、これが先生の役割なんじゃないかなと。子供の脳みそのトレーニングは AI でやればいい。AI 先生が担っていけばいい。そこでどんどん知識であったりとかを得ていって、視野を拡大させていって、視座を拡張させてあげていって、その子供が自分のやりたいことって本当は何なんだろうなっていうのを自分自身で考えられるような知識力っていうのを身につけていく。そのためには AI 先生が適していると思います。ただ脳と心は人間は持っていると。だから心の部分っていうのは、これは今いる人の先生が担えばいいと思っています。その結果、その子供たちはすごい知識量を AI 先生から得られることができ、かつその素晴らしい人の先生との出会いにより、自分自身の考え方であったりとか、心のあり方であったりとか、生き方という観点、一番大事な心の部分、心の部分っていうところを成長させていく。この AI と人の先生というような役割での掛け合わせは今後必要に大事になってくるかなと考えております。なので3つのテクノロジーですね。Web4 の3つのテクノロジー、メタバース、ブロックチェーン、AI のテクノロジーの組み合わせによって、子供たちがもっと自分の学びたいことであったりとかを見つける機会につながったりであったりとか、そもそも今現状ね、学びを得られていないそういうような子供たちも、この革新的な教育プラットフォームによって学びを得られるような、そんなような世界観を作っていきたい。これが目的地。そして現状はすっごいかけ離れたギャップがある。だからあなたの力を貸していただきたいんです。全世界の教育系グローバル DAO でやっている理由っていうのは、全世界のスペシャリストっていうのがこの社会にはたくさんいらっしゃいます。各領域で自分自身が尖っている領域っていうのは誰しもが持っていて、そこにビジョンに、教育の民主化というビジョンに共感する世界中のエキスパートの人たちが集まることによって、初めて教育の民主化実現に向けた教育プラットフォームであったりとかサービスっていうのが実現できるような、提供できるような、そんな状態になっていくと考えております。だからこそあなたの力が必要なんです。もう1年ぐらいやってみて見えてきたところとしては、やっぱ私一人では無理だなと。今までもいろんな人に支えられてきたんですけれども、ただやはりもっとコミュニティというような基盤が出来上がっていない。まだまだ自分自身に力がないからこそ、そのコミュニティの基盤も形成できていない。だから人は集まるけれども活性化しないっていうのは、どこの組織もある課題感かなとは思うんですけれども、特に DAO だからこそビジョン共感している人は集まっている事実はあるからこそ、今現状もったいない状態ができてしまっていると考えております。あなたの力を貸していただきたい、助けていただきたいっていうのは、それは私に対して力を発揮していただきたいっ
ていうわけではなくって、未来の子供たち、全世界の子供たちが想像しにくいのであれば、目の前で自分のやりたいことが見つかっていない子供であったりとかはいますよね。いらっしゃると思うんですよ。その子供たちが目をキラッキラさせて、人生めっちゃ楽しいじゃんと、自分の人生めっちゃ楽しいじゃんと、生き生きとしたような生活をその子がね、送れるような世界観を我々ウルシアダを作っていきませんか？教育の民主化ですよ。教育の民主化。ね。全世界、今何年？ 2024 年、西暦で言うとね、2024年あると思うんですけれども、過去、もっと紀元前もあるよね。紀元前っていうような形から2024年の現在まで、教育の民主化ってなされてないんですよ。ずーっとなされてないんですよ。で、それは限界があった。主に地理的な部分で、制約があったからこそ実現できなかった。ただ今の時代は実現できるんです。できる技術はもう出てるんですよ。そして仕組みもこうすればお金がない人たちでも教育にアクセスできるっていうような世界観、ビジョンももう私の中ではあるんですよ。構想があって、なんなら資料にももうすでにマテリアルを落としてるんですよ。これを実現すれば教育にアクセスできるような仕組みは作れるっていうのは見えてるんですよね。ただ何度も言うんですけれども、私自身の力不足でウーシアダオのリソース不足が現状あるからこそ、あなたのお力を貸していただきたいっていうところを考えております。自分自身が各自ウーシアダオに興味を持っていただいて、今ディスコードに入っていただいているかなと思うんですけれども、ここからは自分でこのウーシアダオ内で活動する意味っていうところを見つけ出していただきたい。そして一緒にビジョン実現に向けて、教育の民主化実現に向けて走っていきたい。そんな仲間たちをどんどん世界中で増やしていって、世界中の子供たちが誰しもがね、自分の学びたいことが学べるような世界観を作っていきたいなと考えております。はい。すごい繰り返しのお話がビジョン、背景、現状というような形で繰り返しお話しさせていただいたんですけれども、最後ね、改めてビジョンっていうところは教育の民主化を掲げていると。いつでもどこでも誰でも自分の学びたいことが学べるような世界観を創造すること、これを我々教育系グローバル DAO ウーシア DAO のビジョンとして置いてます。背景としては、これは代表の私自身、参加ですね。ウーシア DAO 創設者である参加の実体験で、フィリピンのその男の子と7歳8歳ぐらいの男の子とストリートチルドレンと出会っていかんなと、この子に何か自分が提供できることはないかなと。そこからメタバースであったりとか、ブロックチェーンであったりとか、 AI であったりとか、すごい勉強して、私の中で勉強していって、この技術、このテクノロジーを活用すればそのビジョン実現できるじゃんっていうのがもう見えてきたんですよ。これがウーシア DAO の誕生背景、見えてきたからこそ DAO を立ち上げて、でビジョンに共感する仲間たちを集めることによって初めてビジョン実現できるよなって思ったんですよ。だから僕はウーシア DAO を立ち上げたんですよ。自分一人じゃ実現できないからね、自分と同じようなビジョンを持つような人たちを集めて実現していこうっていうのを考えたから
DAO を立ち上げたんですよね。で、現状っていう観点で言うと、やはりまだまだ力不足、リソース不足、ビジョン実現に向けては遠い夢物語みたいな形になっていると。その現状を変えるためには、あなた自身の力が必要です。ウシアダオはあなたを必要としています。だからこそ力を貸していただきたいです。未来の子供たち、もっとワクワク、もっと人生楽しいって、生きてるって最高じゃんって、そう思ってくれるような子供たちを我々で増やしていきませんか。そういう機会を与えるプラットフォーム、サービス、何でもいいです。何でもいい。もうコミュニティでも何でもいいと思っていて、手段は何でもいい。ただ僕が見てるのは、やはりその男の子が教育に学び、自分の人生を自分の思うように理想あるべき姿を終えるようにサポートできるような、そういうような組織を作っていきたいなと考えております。はい、少し長くなってしまったんですけれども、これが今あなたがディスコードに入っていただいて、でいきなりね、この動画が飛んできている状態かなと思うんですけれども、これが私自身の人生のビジョン、それが付随してウーシェアダオというような会社の形になって、そのビジョンが核にあるような状態なんですよね。一番大事にしたいビジョン、これ実現に向けてあなたと、そしてウーシェアダオの他のメンバーと一緒に教育の民主化実現に向けて楽しくね、もう我々がワクワクしてなかったら、そりゃね、子供たちもワクワクするわけがないんで、最高に我々がワクワクするような、そういう教育サービスを一緒に作っていけたらなと考えております。はい、それでは約48分ぐらい、50分ぐらい近くの動画にはなってしまったんですけれども、代表の創設者のウーシェアダオ創設者の参加からのメッセージは以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。はい、これからどうぞよろしくお願いします。楽しんでいきましょう。では、バイバイ。